サリュー、マッシュです。あやです。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。マシアヤラジオ、マシアヤ年末ラジオ始めたいと思います。イエーイ、懐かしい久々のラジオでございます。はい。皆さん今ね、映像が映っておりますが、日本語がわかる方はですね、映像を見なくても大丈夫。音声コンテンツとなっておりますので、耳元だけでも楽しんでいただけたらなと思います。で、日本語がわからない方はですね、今回は字幕をつけてますので、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、韓国語などいろいろつけてますので、よかったら字幕を見てみてください。はい。ということで、私たちラジオは、18回目ということです。とっても久しぶりなというか1年に1回ぐらいです。1年ぶりですね。ちょうど、1年前、2020年か、2020年の12月30に年末ラジオをやってて、はい、それ以来ですね。ちょっと毎年恒例といいますか、ラジオはね結構やってほしいっていう声が多々あって、私たちもなんかやりたいんだっていう気持ちはずっとあったんですけど、そうなんです。やはりさっき言ったその字幕を全部つけていくにはね、全部言葉だけなので、そうすごく見る側は大変やし、文字を書けなあかんし、そうあと、例えばラジオやったら40分とか、長かったら1時間ぐらい話すんやけど、それを字幕つけるってなると、まず日本語全部文字起こししてから変換していくんですけど、それがもう編集以上に時間かかるっていうでね、やっぱりそうなると、海外の方がね、なんか何言ってるかわからない今ね結構海外の方も見てくれてるのであ、これでは俺の方ですよそう、海外の方も見てくれてるので、やっぱりね字幕がないとすごい知りたいよっていう人もね結構いると思うので、つけるとなるとラジオは定期的にやっていくとね難しいのかなって悩みつつ1年が終わったって感じですねでも年末はね毎年こうやってちょっと振り返りみたいなことは言葉で伝える方がね向いてるなと思うので、こうやってラジオをやらせてもらおうと思いました。マシャヤビデオで、今日はいろいろ話したいなと思ってメモを書いてきたので、ちょっとこれを見ながら話していこうかなとは思うんですが、そうまずね、今撮ってるのがほんまに年末なんですけども、フランスの年末ってどんな感じかちょっとお伝えできたらなと思って考えてたんですが、どんな感じでしょうか、あやちゃん。フランス人のフランスの、フランスのパリ、僕たち今パリに住んでるんですけど、でもなんかクリスマスがフランス人にとってはちょっと年末、日本の年末に近いような、確かに行事になってて、家族であって、家族の時間って感じですね。ずっとエリがエリが行方不明エリがふにゃんってなってた。そう、日本ではクリスマスはどちらかといえば恋人たちの時間というかね、イベントごとっぽい感じやけど、フランスはそうやね、どっちもやね。どっイちもじゃないわ。ブから結構、みんなゾロゾロ集まってきて実家に、で日が変わる25日のクリスマスの日にの0時かになったら、例えばお子さんとかがおったらプレゼントをわーって開けるみたいなイベントがあるらしくて、で25日も朝からもう夜食べるものを準備しながら、お昼ぐらいからもうアペロしたりして、とにかく飲んだくれて食べまくるっていう、ほんまにお正月と一緒やね。そんな感じらしいです。でもみんなね、ボンフェットって言ってこう、いいフェットってなんていうの、パーティーかな、いいパーティーよーみたいな感じで、クリスマス前に仕事納めで別れていくっていう感じが、日本で言うと良いお年をみたいな感じで年末終わっていくみたいな、とっても似ています。ボンフェット、ファンダね、だからいい年末をみたいな言い方をするんやけど、そうやね。そうだからあれやんね、年始は仕事始め早いよね、こっちは。1日が休みで、曜日の関係もあるかもしれへんけど、早かったらもう2日から動いてたと思うで、なのでそこは日本とちょっと違うなっていう感じですね。だからやっぱりクリスマスがメインやから、クリスマスマーケット、マルシェラノエルはやっぱりずっと動いてて、で25日、24もそうやけど、24はもう夜8時ぐらいになったら大きいどこでも空いてるよねっていうスーパーすら閉まるっていうか、で
多分25日クリスマスの日はもうお昼過ぎからは閉まってるかな。基本的にパン屋さんとか、パン屋さんはまあ空いてるとこもあるかもしれんけど、まあ、基本的に商店はほとんど閉まってる、もう何もかもシーンってなって、でしかもパリの場合、パリは言ったら、ね、実家はみんなパリじゃない人も多いから、結構街が静かになるイメージがある。そうやね、実家に帰ってる感じやね、ってな感じのフランスのクリスマス情報というか年末情報ですね。だから逆に今から聞いてる、まあ、日本の方は今からがどっちか言ったら年末年始の本番というか、日本はねお正月って言って、1月1日に、みんな実家に戻ってご飯食べたりね、親戚がみんな集まるのが1月1日かなって感じやし、で子供たちは親戚の人からご両親からおじいちゃんおばあちゃんからお年玉をもらえるというビッグイベントが待ってるんで最高やねね大好きでしたお正月ね子供の時大好きやったポーポーポーってなるじゃあそれで1年間のお小遣いが決まるからな決まるからなもう親戚多い家が勝つっていうねそういうレースがね行われるんですね。逆に、はい、日本の方以外で、例えば韓国の方とかスペインの方とか、どんな感じなんでしょうね。やっぱクリスマスがメインだよっていう国もあれば、違うよって方もいると思うんで、みんなどんな風に過ごすのかちょっと気になるところですね。ね、なんかやっぱ本正月は違うみたいなね。中国かな韓国もだったかな。韓国もそうな気が。本正月だよって言って2月になんかワイワイって感じのイベントしてたりとかあるので、日本はなんかやっぱりめっちゃわかりやすいよね。1月終わって12月から12月終わって1月から始まるみたいなすごくシンプルな年末年始ですね。でもあれやんな、なんか決算とかはまたちょっとややこしいまあそういう感じで、フランス日本いろんな年末がありますねっていう話でした。国によって違いますよね。はい、そしてね私たちもクリスマス頃にですね多分その時期だったと思うんですけども登録者数が7万人を突破しました、おめでとう。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ちょうど1年前のこのラジオした時に1万人になりました、ありがとうって言ってて、ほんで今回そう6万人増えましたよ。いや COVID の時期は増えたね。ね、いやびっくりしました。まあCOVID の時期はその前からやねんけど引っ張ったやんちょっと今もやんかでまあちょっとね本当に私たちには嬉しいことなんですけども、この1年間はね、そう振り返るとしたらやっぱりとにかく7万人になったっていうことが一番大きいかなとは思って、分かりやすく変化がね出ましたね。でも10万行きたかったな。そう私たち目標は10万人目指そうって感じだったんで、いかんかったかって思ってたんですけど、いや7万人も本当にすごい。もう7万人って分からなくなってきましたね。7万ってまあみんなが日本人ってわけじゃなくていろんな世界の人たちが登録してくださってるので、本当にありがとうございます。はい、ということで2021年の今回は振り返りをね、毎年恒例にしていこうかなと思っているので、していこうと思うんですけども、どうでしたか2021年。ねえ21年は、なんか20年はさちょっと暮らし Vlog というかさ、そうですね、なんか生活を大切に、ね一日のちょっとしたことを貴重に感じてですね、丁寧な暮らしをしていきましょうっていう Vlog がめっちゃ流行って、それに僕らもめっちゃ感化されてそういう生活をねちょっと改めていこうっていう感じで変わってった気がして、で結構そういう動画も増えてて、でも、2021年は、今年ですね、今年はもうなんかそういう動画も多かったけど、とにかくビッグイベントがたくさんあって、そういうそれになんかすごいチャンネルの変化があったような気がするし、あとまあ元から好きやったアンティーク、飲みの市の動画もめちゃめちゃいっぱい撮った記憶があります、ね。いっぱい撮りました、めっちゃ増えた。そうやっぱりね今までそんなにフランス人と関わるような動画も少なかったんですよね、前半の始めた頃は。そう言葉がもう一緒やからまあねそれもあるし、でも後半というか2021年は、アーノルドのところに取材に行かせてもらったりとか、あれが3月か4月ぐらいに行って、
でめちゃめちゃ楽しかったな。そうやっぱり動画もめ嬉しかちゃ良ったよな。し、で、アーノルドのとこ行って次バルボステも行って、そうバルボステで、うんお世話になってる、私もマッシュもずっとお世話になってるバルボステっていう、会社、フォンコジャポネの会社なんですけども、フランス人と日本人の人が、共同でやってる会社ですね、もうそこも行かしてもらったし、その他そっからかな、急にこうマシュア以外とのなんていうの絡みみたいな動画が増えていくというか、なんていうの、いわゆる取材動画みたいな、もちろん企画っぽいものもあれば、普段2人の日常で出会う人たちを紹介するみたいな形もあったんやけど、その中でもとにかく一番大きかったのはやっぱブルゴーニュの旅。そうですね、メルシャンさんとのねコラボレーションさせていただいたブルゴーニュの旅が、またビッグイベントでしたよね本当に結構ロングランで、声をかけていただいたのが4月ぐらいだったかな。4月ぐらいにタクちゃんから連絡があって、で打ち合わせしましょうとか、だからあの時まだロックダウン中やったんじゃない？ロックダウン中でしたね。なんか、そうやね、まだレストランとか閉まってたもんな。若干1回解除された時があって、その前やね、2ヶ月ぐらい前かな。だから本当にそういう時にね、から始まって終わったんが11月のボジョレー解禁日やから半年ぐらいのプロジェクトやって、いわゆるその動画の上にもねプロモーション含むって書いてると思うんですけど、あれは企業案件っていう形で、企業さんとのコラボレーションっていう形を初めて僕らあんな大きい企画をやったんで、だから見ている皆さんもちょっと戸惑わへんようにどんな感じがいいんかなって僕ららしいまんまでもすごい素敵なものは素敵だからそれは伝えたいなっていうバランスは結構悩むというか考えて、で結果タクちゃんと兄貴をバンバン前に出すっていうでもなんかやっぱりそのせっかくフランスにいる出すやって私たちフランスにいるのでフランス人とね何かこう関わるというかフランスのことを発信できるチャンスがあれば、もうじゃんじゃんやるみたいな気持ちやって、で今回ワイナリーとかワインのことをね、実際のフランス人の方からこういっぱい教えてもらえる機会が、もうメルシャンさんがいないと絶対にこうねできなかったから。だって今までワイナリーも行ったことなかったからね、2人とも。もう私たちねフットワーク重いんですよね。重いゴリゴリ重い軽くないからいいからそうだからめちゃくちゃいい機会を与えていただいて、そうやね、もう本当にね至れり尽くせり移動も全部ね、手配してくださって、もちろん、そういうお話でね進んでたからありがたい話やったんやけど、なんて言ったんやろ、こうやっぱり一緒に今までは2人がメインで、2人がやりたいこととか思うこととか日常に絡んでることを紹介することが多かったけど、今回はなんていうの、コラボって形やんか。だからすごいなんていうの、向こうの要望もあればさ、こっちの要望もあるしさ、だからそこの間らへんをするには向こうの協力も必要やったし、でこっちも協力していかなあかんし、でできるものはちゃんと楽しんでもらいたいしっていう、なんていうの、話はちょっと戻ったけど、すごいそのバランスが、勉強になったというか。いや本当にね、初めてのコラボに本当にふさわしいというかだいぶ融通をね聞いてくれたので、ほぼ自分らの要望でできたんちゃう、ね、いやほんまに難しいんですよきっとやるのってそうするのって本当に、過去に会社で勤めたことがある自分としては、めちゃくちゃむずいやろうなって感じました、だからそう裏話というか動画では見えてない、ところではもういっぱい打ち合わせもしていっぱい編集終わった後もどんだけこうやり取りしてっていうのがあったかっていうね本当に大変やったね。いやでもほんま、全部ひっくるめていい経験、でもそのおかげでこういろんな人に動いてもらったというかね、だからタクちゃん兄貴だけじゃなくて、メルシャンの本社の方にも動いてもらったし、それこそアルベルビショーっていう行ったワイナリーの皆さんも当日だけじゃなくてその後もやり取りして、しかも動画にはしてない部分でもいろんなおもてなしがあったり、あともっとここも行こうと思っててんとか、あそこも連れて行きたかったんやからみたいなちょっと待ってもう予定がパンパンで無理ですごめんみたいなきっつ
すぎてやってな、体力も持ねてへんってなって、そう基本体力ないからそう2人とも弱々やからあーってなっちゃうからそうせやからたくさん動いてもらって全部は見せきれへんかったけど、すごいいい形でできたかなとは思いました。ですね。だからまだ見てない方はぜひ見てみてください。そうですね。ブルゴーニュの旅っていうので結構5回に分けて行ってるんで、なんかワインのことか、って思うかもしれないですけど、ワインだけのことじゃなくて結構 Vlog になってるんで、なんかそういう雰囲気とかも楽しんでもらえたら、パリ以外のフランス人と絡んでる動画みたいな感じで見てもらえたらいいかなと思います。そうね。そうあとは何かな。あとはなんかねレストランがずっと行けなくって、そのコロナの影響でずっとね、ロックダウンもあったしレストランも閉まってたんですけど、多分6月ぐらいかな1回開いて、いつやったっけ、半年だ、4月か 5月ぐらいかな、4月か5月ぐらいに、だからたくちゃんと連絡取り出したぐらいじゃないかな、ぐらいに、だから久々にな、そうだから19年20年の10月ぐらいから多分ロックダウンなるほどがもう一回起こって、そっからずっとレストランは閉まってたよね。でやっと開いたので、そのレストラン行ったって動画をね上げたんですけど、久々に昨日見直したら生き生きとした顔やったな。やっぱりねすっごい楽しかった。だからその反動か、ほんま今年はよく外食した。すっごいいっぱいいろんなとこ行った気がする。動画にしてるのもたくさんあるし、今回ね、あれが反動でもうカフェ巡りっていう動画をどんどん出したとは思うんですけど、もう行きたかったとことか偶然見つけたところとか、あと動画にしてない普通に行ってみたいとこ行ったりとか結構行ったよね。でバーガーにハマってね、ずっとバーガー食べてるっていうねくだりになってくるんですけど、それがバーガーから始まったもんね、レストラン巡りも。そうなんとかね。なんかその時にマッシュ髪の毛切ったみたいなのを言いたいってここにメモってるんですけど、そんな言いたかったんやみたいな。4年伸ばした髪の毛をですね40センチほど切ったんですよ。その後もっと切ってるからそうその後、それこそ今年やから、その後8月に日本に帰ってね、そう一時帰国ね、約2年ぶりぐらいに日本に一時帰国してね。でほんまは日本でも Vlog 撮りたかったんやけど、もう緊急事態宣言も出てたし、すごい大変な時期に帰っちゃったんで、動けず、その時は隔離ホテル隔離がちょうどなかった時期で、本当にそのまま自宅の方に帰って、僕らはお互いの実家に直行で帰って、でそこから2週間隔離で毎日アプリで、大丈夫元気ですよってやって、そうですね。で2週間後からちょっと動き出して、でももう2週間過ぎちゃったからね、残り3週間もないぐらいやって、結構タイトなスケジュールで、でもなんかゆっくりできたんですよ。やっぱ隔離期間って動けないので、実家でじっとしてるしかないっていう時間だったんですけど、私的にはもうめちゃくちゃよくって、それがいつも帰ったら体調崩してたのが今回超元気。やっぱりこうね、予定詰めすぎるのは良くないと思いましたね。ましてや逆で、逆やんな。予定がないから時差ボケが治らなくて、結局もうパリに戻るっていう1週間前ぐらいにやっと時差ボケ治ってきたかなっていう。だからそれまでは1回に4時間とかしか寝れない。で目が覚めちゃうって言って、でまたお昼眠たくなるみたいなのがもうずっと続いてて、ほんまにしんどかった体調は。でもあれやね、ちゃんと寝ようとしたからしんどかったんかな。そう流れにもうこう逆らわずに、夜中は起きてる、お昼寝るとかの方が良かったんかなと思った。そっちでした。でも俺はその後に、日本は日本でまたお仕事いっぱいあって忙しかった。そうマッシュはお仕事がね日本でもあって、ありがたいことに日本に帰るよってアナウンスしたら、ちょっと何件かお仕事いただいて、だから隔離とお仕事ぐらいしかしないんじゃないかな。まあね、あやちゃんとも実は2回ぐらいしか日本では会ってない。そうなんですよ。その時ちょうどうちの両親はまだワクチンを打ってなかったので、やっぱりその状態でマッシュはね外に結構こう出る予定やったのでね、お仕事があったからマッシュからもらうことももちろん危険があるから、なので
2回だけしかもマスクしてご両親にも会えてない。そう一送り瞬だけ迎えの時とそう一回一瞬だけ10分だけあやちゃんのご実家にお邪魔してご挨拶してぐらいやったから、そう、ほんまでね、食事したりとか、まあ、いつもだったらね、結構そう両家にこうお互い行っのお家にて行くっていうことが多いんですけあるんですど、やっぱりそういうのもできないのが本当に今の時期やなとは思いましたね。あと日本に帰って隔離中の、言ったらリモート状態やったんですよ、マッシュともねやっぱ編集のことがあるので、リモートでやり取りしながら、こう動画をね作成してたんですよ、その時も。そう隔離中何回ズームしたかやちゃんとじゃあなんかやっぱり家にずっとおってリモートだけで人と関わってたら、パリにいる時と変わんなかったんですね、心の感覚が。あ、確かに。だからリアルにやっぱり人に会ったり外に出ることで、その日本にいるんだとか感じるんやなって改めて思いました。よくね、家にばっかり引きこもってちゃ何もわからんでみたいな言うじゃないですか、そうだなと思いました変わらんかった。あんまりパリにいる時とね感覚変わんなかったんで。2週間経って、その後はちょっとね、そう買い物行ったり、めっちゃ楽しかった。楽しかった。なんかタピオカ飲んだ。タピオカ飲みたくて意味わからん、遅いんですよ。もうだって潰れてたもん、タピオカ屋さん何個も日本でブーム終わってて。そうやな。めっちゃ楽しかった。なんかでも久々に帰ってなんか発見とかあった？いっぱいあったよ。やっぱりなんか日本の今回夏に帰ったんですよ、久しぶりに。8月、もう日本の夏大好きやから、なんこのなんかこうエモい感じみたいな。エモかったんや。セミの声が良かったね。全然違う。もうフランスの夏と日本の夏はね本当に違うんで、やっぱ日本にはなんかそういう切なさみたいなのが夏の終わりとか、やっぱその過ごした思い出がね多分そういう気持ちにさせてくれるんですけど、なんかあってやっぱ癒されましたね、いろいろ。これで海に行けてたらもっとよかったんですけど。なんかでもそういう計画もちょっと考えてたけど無理やったな。いやもちろんもう結構ねそのやっぱ帰ってからめっちゃ伸びたよな、緊急事態宣言とか。でも海とかは人混みもないしさ、で海は密室でもないからさ、まあある意味いいバカンスっていうか迷惑かからないあれかなとは思ったけど、でも無理やったな、スケジュール的に。そう、マッシュと私が一緒におることがちょっとグレーやったんで、その時は。だから一緒にね旅行行こうとしたらやっぱマッシュと私は密接にこうねこう一緒になるから、それでまた日本ちゃん実家に帰ったら私が持ってたらとか、まあいろいろ考えて、いや今回はまたちょっとなしにしようかっていうことで、それもあったし、ほとんど家にいましたね。近所の買い物とかかな。そうやな、仕事があったからね、だから泊まりがけの仕事もあったし。でもそれはそれでいい経験やったんやろ。いい経験やったけど、そのだから2人で何かするとかはできへんかったかなとは思って。でも夢膨らんだよね。日本でこういうことしたら楽しいかもみたいな、なんかこう新たなこうワクワクが出てきて、いや本当にその COVID の状態が落ち着いた暁には、結構アクティブにこうやりたいこと増えましたね。私はね、海にも行きたいし。日本なんか俺は久々に帰って実家にまず2週間いたでしょ、でその後、大阪の市内出たりとか、とにかくでも自分が昔から行ってた場所をまた繰り返していくわけやんか。日本におった時代によく行ってた場所とかに、歩いてみたりして、なんか地元におる時はやっぱりなんかちょっとねうつうつしてて、言ってたな。やっぱり幼少期から大きくなっていく上ですごい、もちろん幼少期が別にめちゃめちゃ暗い人生ってわけじゃないんやけど、やっぱりコンプレックスとかしんどかった時期とかとなんか地元の犬とかを散歩してた道とかがすごい重なってて、結構やっぱワンちゃんこう当時飼ってたワンちゃんと散歩行きながら、なんかいろいろ悩んでることとか考えながら歩いてたりしてんやんか。だからそこの風景に隔離期間の終わった後に地元こう歩いてたら、やっぱりなんかこうふつふつしてあの時の気持ちを思い出して、地元嫌やってなって、ちょっと怖くなって、怖いじゃないな、なんかそういう自分がすごい忍び寄ってくる感じがして、もう振り払いたくて、やっぱ実家はいいけど地元はちょっとなんか嫌やなと。そいつ克服できるんやろな。
克服とかじゃないんじゃない？もう当時の思い出やから気にならなくなってきたみたいなあるやん。それはその時は辛かったのにみたいな。そうそう。ほんで逆に大阪市内行ったらもうなんていうの、あやちゃんと出会ってからの思い出もいっぱいあるからさ、あここ行ったなとか、だからすごいもうキラキラしてて、楽しかった。市内はもうめっちゃ楽しかった。へえ、でも全然やっぱ友達とかにも会えへんかったから、全然会えへんかったね、会えない状況やったから、なんかその辺の共有ができへんかったからそれは無理やったけど、なんかそれがなんか今回の発見やったかな。いつもは日本帰るともう予定いっぱいやからほとんど家におらんっていうか、実家におったら何日3日4日みたいなぐらいずーっとあちこち出るからさ、だからそういうの感じへんかったけど、やっぱ今回はやっぱ2週間ぐらいおって、その実家の雰囲気と、でも実家におれたのはすごい良かった。家族とね初めてに甥っ子に会えてゆっくり喋って、家でご飯も作ったし。いやそれはねこの年になったらやっぱなかなかない時間やと思うよ。ある意味なんていう、日本に住んでて実家出てる人でも2週間実家に戻るなんてないと思うから。まあ正月ぐらいかな。だから、ある意味なんか日本で実家出てる人よりもおったんちゃうかなって両親との時間は長いよね。いっぱい話できたし楽しかったな。楽しかった。うちも、やっぱもっとなんかできることあるんやなって思った、ね、日本で、っていう感じで日本に帰った時の話ですね。であと振り返るとすれば、さっきも言ってた波の市の動画がねすごいたくさんあって、でやっぱもともと大好きやって、それがもう今年はとにかく爆発したというか、いろんなものを買って、まず年始に一発目にマシカずっと探してたお気に入りのポットが見つかってそっからおーってなって、でもうしょっちゅう通うようになって、でもう可愛いものはどんどん買って、もういろんなコメントでそんなに買ってどうすんのと言われながらそう最初はね自分たちの使う分を買ってたんですけども、なんかやっぱりオフ会する時に、そのみんなにそう共有できないかな、なんかね何の形かわからないですけど、アンティークのね私たちの飲みの市を見てくださってる方というか、そのシリーズを好きでいてくださってる方がめちゃくちゃ多いなって実感があって、だからそれをどうにかしてオフ会とか何かこう、試合がやるイベントの時になんか提供できないかなっていう考えがあって、それが生まれ出してから、よしこれはオフ会のためにっていう名目でだからこう集めてたりしますね。自分たちも今ある分は楽しんだりするけども、そういう時にプレゼントだったり、そうやね、わかんない販売かわかんないですけど、なんかそういう形で次の人たちにこうつなげるというか託すというか、やっぱ欲しいって思ってる人が受け取ってもらうのが一番最高やなと思ってるし、やっぱ使ってもらえるのも一番いいと思うし、となんかマシュアがね選んでるシーンとかを見てたら、やっぱりあの時に買ったあのお皿やとか、ちょっとなんかストーリーまで届けれるなと思って、それもいいなと思ってね。だからマシュアのみの市っていうのをしたいなとは思ってるんですけども、実現するかは分からへんけども、一応お皿は集めていますね。なんかアンティークのものね、たくさん買ってますがそんなにご心配なく、ただ収納はほんまにやばいです。もう積んでるだけなのでねうまく収納できてません私たちは。もう僕らのね、多分今年に撮ったやつルームツアーっていうのをアップしてると思うんですけど、それを見ていただくとどんだけ収納がないのか多分分かると思いますので。そうですね。でも一個ね僕ら地下キャーブって言って、地下倉庫みたいなのがあって、そこに物は置けるんですけど、だからでも結構めんどくさいからね。頻繁に出すものはね置かれへんけど、それで今回日本に帰った時に家族にやっぱプレゼントでお皿を持って帰ったんですよ、数枚、持って入れれるぐらいだけ、やっぱめちゃくちゃ喜んでくれて、そうやね、かわいいって言ってたな。そうやっぱりなんかやっぱお母さんとかはお皿好きなんやみたいな、そう若い子よりもね、同年代よりもお母さんやっぱ喜んでくれたから。そうやんな。自分がだってパリに来た時ぐらいは、やっぱりまだ食器とか興味なかったから、この5年でめっちゃ趣味思考変わったなと思う。変わったし、磨かれためっちゃなんか目に留まるもん変わってない？変わったと思うし、変わったよな。でもそれって多分パリに来たっていうのが半分と、3分の1
で3分の1はまあ自分自身のなんか興味とかが変わっていったのと、あと3分の1はやっぱあやちゃんと住むようになったのもあるかも。やっぱそうこの5年パリに来てから一緒に住むようになったんで。そうですね、だからでそうやな、可愛いって元から言うタイプだけどもっと言うようになったし、可愛いな、可愛い可愛いってやっぱつられますよね、プラスの何やろ感情を抱いてる時の人には人って惹かれていくんですよね。お互いの感性がやっぱりこう引きつけ合っていく、よりなんか混じってる気がする、いい感じで吸収していくので、私もその写真のこととか動画のこととかは、もうマッシュからガンガン吸収して、その自分の作るものに、いい感じで影響するので、とってもありがたいですね。あとはね本当にこっちで出会うフランス人とか日本人の人からもめっちゃ吸収してますね。確かにそこも入るね、4分の1ぐらいは。それも本当に、日本にいるだけでは絶対にこう変わらなかった趣味嗜好があると思いますね。確かにね、でそれは楽しいですよね基本的に。楽しい、無理やりじゃないんで、自然に変わってきたかなっていうのは、だから僕らの動画の第1回目とかね、初めの方のちょっとご飯作ってるシーンとかと今を見比べると、この3年間、もうすぐ僕ら初めて3年ぐらいになるんですけど、もうそれでもすごい変わってるんで、ちょっともう自分らでも恥ずかしいぐらい、ボッソボソやなみたいな、こんなんで撮ってて大丈夫やったみたいなぐらいそれこそでもそれって趣味嗜好もそうやし、なんか撮り方とか、確かに、なんかそういうのも技術も含めねめっちゃ変わってったよなっていうのは思いますね。なので人間観察と思って見比べてみてください。人間ってこう変わっていくんやっていうのがねありのままがそこにあるので、はい、そうやね。あとねちょっと最後に2021年の振り返り言いたいことがあるんですけど、以前ねオニバっていうチャンネルが、あるんですね、フランスのオンラインツアーをやっている会社のオニバっていうところ、オニバっていう会社って言ったらいいんかな、会社っていうか団体っていうか団体かな、でその、運営をされてる中村さんとあとコウさんっていう2人がいてて、で以前そのオニバのライブ配信にねゲストとして呼んでもらったことがあるんですよ。そうそれでねなんと7時間配信っていうね爆発的な時間をしたんですけども、時間を喋ったね、でその時に、コウさんのお友達の方、日本人の方なんですけど、がロックダウン中、フランスのロックダウン中に、私たちがその出してた動画のホットケーキを食べる回っていうか、ホットケーキをフランスの小麦粉で作ってみようみたいなね、回を出してたんですよその時に、じゃあそれを見てすごいなんか心が救われたらしくて、その暗かった気持ちがちょっと上向きになったみたいな、だからそのコウさんに今日マシュアに会うんだったらお礼を言っといてくれみたいな感じで、そうコウさん伝いでお礼を言われたんですけど、私たちは別にその誰かを明るくしようと思ってホットケーキを作ったわけじゃなかったんですねただただフランスの粉でホットケーキできるやんみたいなを伝えたかったんですけど、それを聞いた時に、本当にどんな動画とかどんな表現が誰を救うかなんて分からんねんやってめちゃくちゃ思って、でも何かを表現し続けるってすっごい大事なことなんやって、誰かを救えるかもしらんっていう希望になったんですね、そうだからなんかその気持ちとかその言葉は忘れずに、なんかこうずっと作っていけたらいいなってやっぱ思い直せた、いいエピソードやったね。そう、めちゃくちゃ嬉しかったですね、して伝えてもらえるんがね、やっぱ思ってても人ってそんなに人に言わないじゃないですか、でもましてその YouTube の場合やっぱりどっちかって言ったら一方通行が多いから、そうやね、帰ってくる例えば1万回、例えば動画見てもらえたとしてもコメント欄はやっぱ数十個ぐらいやん、だから1万分の数十人しかやっぱりコメントまでいかへんから、こうねみんながどんな風にこう受けてるのかっていうのは分からへんから、すごい反応っていうのがねそういう風に感じるんやとか、そこ気に入ったんやとか、なんかそういうのはすごいなんか面白い発見っていうか、自分も言わんくない？私も救われた漫画アニメ
音楽、うん、芸人さんいっぱいあるけど、一回もその救われましたってコメントしたことないもん。ない。ファンレターを送ってましたよ、漫画家さんに。あやちゃんはなちっちゃい時な毎週かわいいね。そうだからなんかかわいいねかわいくない？小学生やもんな。小学校4年生か5年生の時に毎週ね週刊少年ジャンプのね作家さんに送ってたんですよね。主人公はなんか結末どうなるんですかみたいなぶしつけな質問してましたよ。でもそんなん多かったんやろな。多かったと思う。でも小4とかから来てるって今ねこの年齢で考えたらもう可愛い。めっちゃ可愛いよな。めっち絵もゃ可愛い。描いてくれとくそうイラストも描いてね。うんいやもうそれはなんか可愛いなって思ってたやろうなって思います。でもそれで言ったらさ、今年やったやつで、ポストカードをプレゼントをした時はしたね。応募のそのねフォーマットを作って、誰でもこうやってポチポチしたらいけるようにして、で最後に試合になんかコメントよかったらとか、メッセージよかったらみたいな欄を作ったら、もう今までなかったようなコメントがいっぱいいただけて、びっくりした。あれはもう毎朝増えるたびにあやちゃんもう涙を流しながらこんな言ってくれてるめっちゃ優しいの。そうみんな優しいコメントでな。そうそれを皆さんに伝えたいんですけども、私もなんかそういうプレゼント応募ないしなんかそういう応募するフォームの時に、なんかコメント入れたりとかしてるけど、運営って実際そんな見てないんやろうな、伝わってないやろうなってちょっとあったんですよ心の中で、めっちゃ見てるしめっちゃ嬉しいです。なあよかったね。ほんまに、めっちゃありがとうございます。もう全員の気持ち伝わってます。で全員にほんまは返信したかったぐらいねんけど、ごめんなさいね。もうそう一回ねその返信動画撮るみたいな話になったんですけどまたここで字幕問題出てきてな。そう全部字幕。海外の人もくれたよね。そう海外の人もいっぱいそうくれて、一回2人ぐらい海外の人当たったんかな。送ったよね、海外に、ちゃんとどれか分からへんけど、そう中国やった気も1個だけロスして台湾もあったね。1個だけやっぱロスとして届いてなかったりした。だから当たったのに来てないって方いらっしゃったら、もしかしたらロストしてるかもしれへん。ロストしてるかも。そうそれもやったね。いろいろやったな。なんだかんだやったね。でもすっごい楽しかったです。プレゼント企画、面白かったな。面白かった。なんかやっぱよりそうやってやるとファンの人とつながってるなって感じれたので、そう実態に見えない距離なんでね、やっぱライブ配信とか、そうプレゼントとかなんかしないとやっぱりそうですね、お互いを感じれないから、そういう機会は多分去年も言ってたと思うけど、なんか増やせたらなって思うし、ちょっと今年はね本筋というかマッシュのね仕事自体がちょっと忙しかったんでね、今年はねあんまりできなかったんですよね。夏以降かな。夏以降やばかったかな。春夏初夏、日本行く前ぐらいだから6月とか5月ぐらいからもう12月までずーっとなんか YouTube と仕事してて全然休みなかったですね。本当にありがたいことにね。もうありがたいことにもうほんまに YouTube から来た YouTube で知ってくれた方からのお仕事とかも結構あったし、で元からつながってた方からのお仕事も増えたし、で肩書きはフォトグラファーなんですけども、もうほとんど動画の撮影のお仕事がめっちゃ増えて、ありがたいことに。でもすごい勉強になったよね。その仕事も成長しましたよ多分。機材も増えたしそう日本でいっぱい機材も買ってまた帰ってきて、そうやね。だからまたそうやね、ちょっと YouTube ではアップできないけど、なんか投稿画面とかで今年した仕事とかのなんか見せれるようなものがあったらね、共有したいなと思いますし、もしなんかそういう写真とか動画でカメラマン探してるとかありましたらね、ご相談いただけたら、そういうのもお返しできますんで、結構連絡来るもんね今。本当やね。でもありがたいですよね。そうありがたい。だから、今年はねすごい忙しくてよかったけど、また来年のお仕事は別にそんないっぱい詰まってるわけじゃないから、どうなるかちょっとドキドキするし、その落差にそう去年あんな良かったのにみたいな。フリーランスのね定めですね。定めですねそんな感じでね、YouTube と、仕事の両立っていうのは結構難しい。そうなんですよ。バランスを考えないとどっちもこけてしまう、体的にねちょっと壊したりしないように今後ちょっとね考えてやっていこうと思うんですけど、だから、
そうですね忙しくなって、うんこの下半期はちょっと動画の投稿がねいつもよりもあそうですね量が減っちゃって、うん今最近は週1ぐらいになってるんで、まあ投稿頻度が上がってきたらマッシュ今仕事ないねんだとやめて毎日投稿とかだったらそうめっちゃ暇やんみたいなみんな助ける気持ちで見てくれるから頑張れで月1本とかやったらマッシュより忙しなったんやみたいになっちゃうかもしれんけど、そう最近はそのマッシュの撮影の仕事には私は結構ついていく状態もうセットでそう行くことがコンビ多いねのお仕事がすごい増えていまして、撮影でねしかも、ねうんまあ、アシスタント兼やっぱりそのマッシュも撮影に集中したい時にその他のことをそう見れなくなっちフォゃうからローしてくれる人うんが必要になるんで、もちろんアシスタントさんを雇うことももちろん可能なんですけど、うんまあ、私も手が空いてるのでね、うん一緒に行って、フォローしたりしてます、逆にあやちゃんもその YouTube 以外で、うん今年はね結構あそう結構漫画をねずっと漫画描きたかったんですけど、うん iPad Pro を手に入れたんですよ、ねえ今年はそうですよ買ってくれたんですけどマッシュがね2021年そうの2月ぐらいかな2月かなじゃあもうめっちゃ描くようになって私めんどくさかっただけなんやみたいなよかったよかったよってアナログでも、まあ、ずっと絵は描いてたけどなそう絵とかはねずっと描いてたんですけど、結構なんかまあ本格的にやりだしましたね、そうちょっとね漫画も結構描くようになって、むちゃくちゃ楽しいんですよやっぱり、最高ですねだから描ける状態っていうのは漫画もねいつか何か皆さんにお披露目できたら、そうですねそうですねそうですね、あとはでもあやちゃんもあれやね、なんかそのイラストのお仕事とかもねそうちょこちょこいただいたりやってるんですけど似顔絵とかあとは挿絵のあれですね、それこそさっき言ったオニバーのあそうですね、地図をプレゼントするっていうところの絵をちょっと描いたシャトーのりとか、お城のイラストとかを建物の絵描いたりとかねこうさんがね粋な方でね、んイラストあやちゃんにね描いてほしいって言ってくださってそう依頼してくれたりね、本当にね優しいんですよこうさん、本当に泣いちゃうから優しくてな本当にいい先輩ですよ。そうそうこうさんからはお仕事をマッシュもねいただいたりしてるんで、本当にお世話になっておりますね。そうぜひぜひね試合ご覧の方もフランスとかねパリに興味ある方だったら、オニバっていうチャンネルをね、見てみてください、オンラインイベントでオンラインでその、ツアーパリのツアーをする結構ディープなスポットとかも行ってらっしゃると思うんで、あと中村さんっていう方がこうガイドをしてくれるんですけどもめっちゃ素晴らしいめっちゃ面白いので、英語や普し通のガイドじゃないですね確かにね、はいなのでねぜひぜひオニバっていうチャンネルチェックしてみてください。はいこれで一応振り返りは終わりかな、まだまだ他にもあったんやけども、こんなもんにしとこうかなと思いますが、逆に皆さん、今年の、試合ビデオでなんか印象に残ってるビデオとか、すごい私お気に入りやねんとか結構何度も見ちゃうみたいなもしありましたらですね、なんかコメント欄とか教えてもらえると嬉しいなと思いますし、わちょっと楽しみですね、もしいけそうやったら教えてくださいね。でも今年一番印象に残ってることで締めようって感じですね。印象に残って全部踏まえてかな、試合的に印象に残ってることね。でもやっぱブルゴーニュの旅かな。ブルゴーニュやねとアーノルドの2つはなんか印象に残ってる気がする。そうやな。なんか、そのコビットやったことはそんな残ってない今年は。私はもう衝撃はなかったよなそこまで。やっぱ日常2年やもんなもう。ウィズコロナになった気がする。そうちょっと慣れたんですね、きっと私たちも。なんか俺は打つ打たないの人がおるからあれやけども、僕らはワクチンを打った派で打ったんですけどそっからちょっと気が楽になりました。なんかやっぱりねワクチンを打ったら重篤化しにくいよみたいな情報がねあったんで、ならなんかかかってもいいやじゃないけどもう前はかかると死んじゃうかもみたいな恐怖心からワクチン打ってるからもしかかっちゃってもそこまでならへんかなっていうちょっとした安心感が生まれたのか、なんか気持ちが楽になったね。まあねそのワクチン前はねいくらマスクをしてようが、ケアしてようがやっぱ人と密室でねかかってる人といたらかかる確率は絶対あるなっていうのがもう分かっていたので、なんかかかったら死んでしまうみたいなが払拭どうしてもできないんですよねケアしても。でもワクチン後はケアしてて
めっちゃ確率下げるけどかかってしまったらもうそれは仕方がないなっていうマインドに変わって、やれることはやったかなそうだからそこはすごく動きやすくなりましたね、それはちょっと私、フランスとね日本で多分雰囲気が違うと思うんですけど、だいぶ違いますよね。そのおかげで今、ね最近のニュースで10万人以上フランス17万人かな17万人やったかな1日で、めちゃめちゃ今またフランス増えてるんで、ちょっとねしっかり気を引き締めて、めちゃめちゃって言ってたよめちゃめちゃね今はねそう気をつけていかんとなフランスオミクロン株かな増えてると思う。オミクロンなのかはちょっと分からへんけど、そうですね、COVID になってる人が増えてるということなので、気をつけていきたいなと思います。はい、それが印象に残ったことかな。そっか。そして私のどうですか。何が印象あれちょっとマッシュマシャヤ的っていうことじゃなかったんやね。違うよ、一人ずつですよ。でも何が残ってますか。日本に帰ったことかなYouTube のことちゃうんかいいや夏の日本よかったなみたいな俺もでも次夏帰りたくない。私帰るわ、ごめん、セパレ。はいその分頑張ってくださいあと遠隔でちゃんと YouTube しっかりとってでも日本の四季をねもう一回感じたくなったね。ちょっと俺は春とか6月春もいいな。春か秋かな。どっちもいいよ。秋か10月とかもいいなと思ってる。夏から秋にかけようか。夏終わりでもいいかもね。今年夏終わりにもし隔離とかが全然少なくてちょっと落ち着いてるんやったら、それぐらいに帰ってオフ会もしてお祭りは夏やな。はいっていう感じであやちゃんは夏の日本が良かったそうですね。そうですね。はい、じゃあ、結構お話もしてきて残り、結構来たんで、じゃあ最後、来年やりたいこととか目標みたいなのがもしあったら。そうですね。これもね毎年恒例にしようかなと思ってるんですけど、やっぱり年の終わり年の初めっていうのはねいい機会ですね。なので、来年やりたいこととか目標ね。まずフランス語をもう一度ちょっと勉強し直すというね。そうですね。あやちゃんは今回初めて言ってるな。初めて言ってます。そうマッシャー毎年言ってて、なかなかできへんねんけど今回あやちゃんもやる気になってきましたね。そうですね。やっぱりなんかせっかくフランスにいるのに、フランス語がちゃんとできずに終わっていくのはすごくもったいないし、でどうやったらフランス語が伸びるんですかってよく質問されるんですけども、やっぱ環境ですって環境かなって結局思うんですよ。使わなければいけないっていう状況に身を置くと勉強せざるを得ないみたいな。で私たちもね一応フランスっていういい環境にはいるんですけど、日本人同士で暮らしてるっていう悪い環境でもあるので、フランス語が勝手に伸びるわけではないんですね。だから自分からその環境を作りに行くっていう感じにしてフランス語を伸ばせたらいいなってちょっと思ってます。来年はちょっと成長したなフランス語って言えるようになりたいね。おーいいね。もうこの3年ぐらい停滞してる気がする。そうやっぱ日常会話がねちょっとできてしまうがゆえの甘えみたいな。そうですね。そうだからボキャブラリーがね減っていくんですよね、忘れてね。だからフランス語をちょっと成長しつつ、可能ならね英語もやっていきたいし、素晴らしい。やっていきたい。やる人はすごい英語も喋れるようになるなりたいな。素晴らしいっていうのはまず語学やね。語学。あとYouTube 的にはなんかある？YouTube 的にはそうやんな。マシャらしいことっていうかもっとなんか凝ったものとかなんかもうちょっとこう自分らが楽しいものというかなんかこれなんか良かったなみたいな、なんか残るものを持って作っていきたいかなっていうのはある。終わりそれだけ？なんか具体的にはちょっと難しいけど。確かにそうマッシュは忙しすぎてインプットがあんまできなかったから今年、それも含めてインプットもしてYouTube の話じゃなかったの？インプットもして新しいアウトプットしたいんかなって思った。YouTube の中でそう今までと同じような撮影とかじゃなくてチャレンジみたいなこういうこともやってみようみたいな感じのでもことをしたいんかなって思ってた。なんか、でもすごい悩んでるのは YouTube はでも、なんていうの自分らだけの満足でやってたらじゃあで遊びをたまに入れるっていう意味でな。
それはそうやけど、やっぱりこうみんなが見たいものとか、こっちの事情的にはやっぱ再生数も欲しいしってなると、なんかそこのバランス、そこは大事やから、すごいアウトプットを YouTube だけじゃなくてもうちょっと違うところに撮るっていうのも一つかなとは思ったりしてるかな。確かに分けてね、自分の作品と YouTube は YouTube、だから見てくださる方たちの見たいものでもありで、見ててマシャイみたいな楽しそうやなっていう、両方マッチしてる塩梅をね見て、そういう動画はいっぱい出していきたいし、でも基本的には僕は楽しいことしかやってないとは思うんやけど、飲みの市はもうねめっちゃ楽しいし、いつも、でこういう前ね、今年そのホテルに泊まったりとか、宿泊体験したのもすごい僕らも経験できてすごい楽しかったし、なんかああいうどっかに行くみたいなのはもちろんもっとやっていきたいかなと、あとやっぱもうちょっと地方遠征に行きたいですね。私ローマに行きたい。最近あいちゃんローマにハマってるもんな遺跡が好きで遺跡行きたいな。そう、旅もね行きたいですね。でも何やったっけな、お城系行きたいかな。ベルサイユ宮殿みたいな感じでシャトーを回るとかはやってみたい。そうやな。でドローン持ち運んで、飛ばして OK のとこ飛ばさせてもらって無理じゃろそう別にね、その動画にするしないは別としてね、フランスの美しい建物を見に行きたいとは思いますね。なんか、今年結構地方行く機会が多かったから、ブルゴーニュもそうやし、ボルドーも仕事でね行って、なんかちょっとお金かかるけど頑張れば1泊2日とか2泊3日で行こうと思えば行けるんやみたいな、その新幹線みたいなのがあればさ、だからそこで旅もして、でそこの飲みの市も行って帰ってくるみたいなのもしたいし、遠征系でね、それはしたいかなと思う。あと YouTube 以外で言うと、とにかくやっぱ忙しかって、その言ってた通りインプットとか、その新しい表現とか挑戦とかができてなかったなと思うんで、なんかそういうことをもっとやっていきたいなとは思うんやけど、なんかさっきも言った通りお仕事がすごい動画の仕事が増えてきてて、で肩書きはフォトグラファーやったんが最近はねフォトビデオグラファーって言ってるんやけども、でもどっちかって比重が今すごいビデオのお仕事が増えてきて、それはすごいありがたいことやねんけど、もともとフォトグラファーでおった時にすごい写真にちょっとうんざりした時期があって、ですごいなんていうの、自分の自分の写真を超えられへんくな、ずっと壁がずっとあって、その頃にやっぱ動画を始めていって、あれなんか写真で溜まってたなんかストレスとかが全部動画で浄化されていってる時期があったんですよね、この 3,4 年かな。どんどんビデオをやっていくと、写真できんかったらこんなも表現できるやん、これもできるやんってなってって、今動画がブワーってできてると、今度逆に動画の壁がどんどんできてきてて、ほんでちょっと写真に戻りたいっていうか、戻りたいっていう意味じゃない、なんか写真をもっとしたいなっていう、あれこれ逆に写真やったらここめっちゃ表現できるやんとか、気づきがねやっぱりそうまた逆転反応というか、いいバランスで今写真と動画がね、お互いを引っ張り合ってくれてる感じがしてて、だから来年はちょっと写真をもうちょっとちゃんと、また根本に戻るというか、写真集出るかもしれないですよ皆さん。これは出るかなでもなんか制限を決めてやるのはいいよな、もう1日だけでスナップ撮ったやつで組むとかさ、ちゃんとなんかそういうのをやって、それをもう一個の自分のチャンネルとかでも発表もできるし、それこそポストカードとか本にするのも一つやし、あとはそうやな、なんかポートレートとかスナップとか、もともと好きやったものを多分今撮ったらもっと違うように映るんやろなっていうのはもう感じてて、確かにね、5年前とかちゃん写真をめっちゃしてた時期から一回ちょっと距離というか時間、仕事とかではずっと写真を撮ってるんですけど、でも表現の写真やな、作家としての形はでもそれをやるときっとまた仕事にもつながるんですよね、このテイストが必要な仕事があったりとか、だから、そういうのはちゃんと来年はやりたいな、だからちょっと仕事そういうのやる時間はやっぱでも作らなくちゃいけないから、そこの塩梅をね作っていかないといけないかなとは思う。ちょっと1年でいろいろバランスの勉強にもなったと思うし、受ける仕事の量と自分のキャパと、今回その1年は勉強になっ
て、うんまあ、それをちょっと活かして、そうでもフリーランスやからさ仕事は断れないじゃん、あいただけるものまあね、はもう全部こうやってやっぱね初期をねそんなんまだ早いわ、そうだねもうセーブしてるんですとか言うなんてまだ早いっすわ、まあ仕事気がもうまあでもそういうパッションがあるからいいんじゃない、そうねまあそうそれでなんか言い忘れてたけど、まあ、なんだかんだ COVID でさ、旅行に来る方は難しかったとは思うねんけど、日本からパリとか海外から、でも何人かね何組か日本から隔離覚悟で旅行に来はった方、しかも視聴者さんでいらっしゃって、それのなんか記念撮影とか、ちょっとアーティストっぽい写真を撮りたいっていう方とかが何組か来て撮らさせていただいて、それはなんか嬉しかったね。嬉しかった。なんか視聴者さんの撮影できたみたいな。楽しかったなあやっぱりなんか視聴者さんやし、その直接ねお友達になった人ではないので、なんかこういうジャンルの人と会ったことないみたいなお話もいっぱい聞けて、すごい出会いがなんていうの、そうマシュアビデオが運んでくれたよね。ほんまに YouTube を介してでやっぱお会いすると本当にありがたいもうね、僕らのことも知ってくれてるから、せやね。で僕らもお話聞いて、もうすぐお互い「いやいや好き」って言ってな友達みたいなぐらいさそうやっぱこう輪が広がるっていうか、知り合いが増えるっていうか、ねその各国ちゃうわ、東京にも知り合いも増えてきたし、でもそうやって人がこうなんやろ人生をこう豊かにしてくれるんやってやっぱ気づける一年というか、財産は人やなと思いますわ。ほんまに思う。だから来年ももっともっといろんな人に会いたい。ちょっと COVID があるからあれやけど、でも可能な範囲でねやっぱり会ったいやでもり、人って難しいよね。お話めししたいちゃくちゃ傷つけてくる人もいるやん。もうそういうのはもうガードやでな。なんかだからそのいっぱい人に会うのがいいってわけではないんですけど、傷つけてくる人もいるしすごいいい人もいるし、だからまあ数ではないとは思うんですけど、なんか人間って人間にすごい影響を与えてくんなみたいなめっちゃ感じた。確かにね。でもそれってもしかしたら動画を介してさ、もしかしたら試合からなんか影響っていうかさ、すごい与えてしまってる、いい意味か悪い意味か分かんないけどそういうのもあるかもしれないから、なるほどね。そういうのもちょっと考えてやっていきたいかなとは思ったりするよな。まあそのさっき言ってオニバのライブの時にコウさんが言ってくれたさ、助けられましたっていうのも一つ何か影響を与えた例ではあると思うねんけど、私たちは、基本 YouTube で、やっぱフランスにいるのでフランスのことを、マシュアや私たちの結構一般的な目線というか、そこまでフランスを知らなかった、私たちからの目線で何か届けたいなっていつも軸には思ってるので、それが誰かの本当に何かの役に立ったりとか、したらいいよな。少しでも何かのこう癒しになったりとかすればいいなって、思っていつもやってます。そしてやっぱり忘れちゃいけないのはやっぱフランスとパリにもほんまに感謝やなって今、本当にね本当にマ本当にジでありねがとう。フランスもうそれしかないフランス様パリ様みたいな。様々ですよね。やっぱどんどん住めば住むほど好きになっていくし、もちろんね悪い点もいっぱいいっぱいあるんですよ。大変なとこもいっぱいあるけど、でもフランス自体はやっぱ人間みたいな国やから、やっぱ機嫌悪い時は機嫌悪いし、機嫌いい時はいいし、病気になったら病気やし、まあ人みたいなもんですよね。国もなんか悪いとこもいいとこもあるっていう感じですね。なので、でも本当に、やっぱフランスが好きっていうのはきっかけでマシアを見つけてマシアを好きになりましたっていう人、マシアを見つけてフランスを好きになりましたっていう人もいるかもしれないし分かんないけど、でもやっぱり濃厚にそのマシアとあとパリフランスっていうのはあって、こう今はみんな見てくださってるんやし、僕らのブランディングというかね、ブランド力とかもやっぱフランスは切っても切れぬぐらい大事なものになってきてるので、で日本とね、だから本当に日本にも感謝ですしフランスにも感謝ですね。あとなんかもう一つ日本の皆様が特になんですけど、今ってコメント機能のところに翻訳ができる機能が Google さんについているので、私たちその世界に向けて、翻訳をつけて動画を配信しているので、各国の人がコメントをくれてるんですね。だからそこを翻訳してみるのも一つの楽しみかなと思います。そうなんか面白いのが、例えばペルーの人とか、こう海外の人がコメントくれてて、で次日本語じゃないですか。だから日本語は僕はすぐ分かるから
こう分かる、今回のなんとか可愛かったね、すごい素敵ってペルーの人のやつを翻訳したら同じようにこのお皿すごく素敵でみたいな感じでもう同じこと言ってるから、やっぱり世界のみんなはやっぱりこういいところとかもちろん文化の違いはあるけども、でも思うこととか全部一緒で、やっぱすごい人間っていうか、そういう発見もあって、横文字ようわからんわってなるかもしれないけども、翻訳ポッとしたら、コメント見れるんで、ぜひでそこに日本語で返したりしたら、で向こうもピッて読んで返してくれたりするし、それこそ逆に今海外の皆様、日本とフランス日本以外の方々も今聞いてくださってると思うんですけども、日本語のコメントがすごい多いと思うけども、それも翻訳ってやったらご自身の国の言葉になるんで、ぜひ見てみてもらえたらなと思います。はい、なんかそのパリは結構世界で人気があって、みんなが注目しやすい、国だと思うんですけども、そのパリの情報を日本人が伝えてるっていうところにちょっと面白みを感じてくださってる海外の人がいるんだなっていうことを気づいたので、そうやね、コメントを読んでね、だから日本人の人もなんかその海外の人のコメントを読んで、やっぱそうやってなんかそこに面白く思ってるんやっていうのも、なんかこう日本人として面白がってもらえたらいいなとも思います。確かにね、そういう楽しみ方もあるよね。そう一応国際交流がここで行われてるので小さいところからちょっとね、国際的な交流をちょっと経験してみてくださいね。そしてね、海外の皆さんには本当にいつも申し訳ないんだけど、やっぱライブ配信だけはね、字幕をつけれないし、あと3時間とか4時間とかを後で字幕つけるのはちょっともう物理的に時間的に難しくて、そこはちょっと提供できないのは申し訳ないんやけど、もっともっと試合が儲かっていったらできるかもなので頑張りますんでね、ちょっとしばしお待ちくださいね。っていう感じかな。はい、ということで、他は来年やりたいこと。ですね、今年もいっぱい漫画をいっぱいじゃないか、そこそこ漫画を描いたんですけども、来年はちょっともっとね描きたいなと思ってるので、今は全然ここの YouTube で発表するのはちょっと少し変なのでしてないんですけど、いつかね報告できることがあれば、したいと思うので、そうやね、私はもっと漫画描きますね、きっと来年はね。楽しみですね。はい、じゃあちょっと来年私たちも健康でね、皆さんもね健康で、とりあえず COVID がね、あるけどとりあえず心身ともに健康でいれることを祈っております。そうやね、健康ありきの行動なので、不調の時はねどうしても動けないんでね、本当に体だけ大事にしていただいて、今聞いてるのもね、年末か多分年始やと思うけど、特にねたくさん飲んだり食べたりする時期になると思うんで、それが終わったらねちょっと整えつつ、1月のお仕事始めも頑張ってもらえたらなと思いますし、僕らも頑張っていきたいと思います。はい、皆さんのことも応援してますので、一緒に頑張りましょう。そして本当に、この1年もマシャイビデオ見てくださりありがとうございました。感謝でございます。本当にありがとうございます。そして来年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあそんな感じで終わりましょうか。せーの。それではご視聴ありがとうございました。オーバー、ありがとう。バイバイ。良いお年を。明けましておめでとうございます。じゃあね。